その時そのブレンダー室は何人ぐらい人がおられたんですか？その時ね、もともと少ない6、7人ぐらいですかね。はい。そうすると小西さんは年齢としておいくつ？私はもう41でしたね。で上の方でおいくつぐらい？50、平均年齢が50に行くぐらいの、部署ですよ。でまずその言ったらそのブレンダー室では新人になるわけですよね。全くの新人なんです。はい、私より若い人がいるんだけど、はい、その人でさえももう中堅というか、はい、ブレンダー室のキャリアがもうたっぷりあってというか、もう全くの新人ですよね。はい、で最初はどういうその新人としてはどんなことをされるんですか？ただある部分はそのブレンダー室というところのこうマネージメントの部分もあったんですけれども、まあ最初は正直言ってね、お酒のテイスティングの仕方をベテランと一緒になってこう、やる中でこう覚えていくと、ひたすら最初はそういうことを繰り返してですね、それを何年かやられて自分がブレンドするっていう立場にはどのぐらいで到達するんですか？そうですね。本当に自分でこう樽からサンプル取ってきてこう自分のイメージ通りのものを作るなんていうのはね、50近いところだと思います。最初10年とは言わないですけども、かなりの時間はこうなんかものを作るときは、やっぱりマーケティングの部署があって、マーケティングがこう今度新製品とか新しいウイスキーでこんなものを作りたいという提案をするわけですよね。そしたら一応私もそれなりにこう、それを噛み砕いて、今度は実際にこう担当するブレンダーと相談しながらこういうものを仕上げていくみたいな形で。各担当者に仕事をだんだん詰めていってもらう。で、途中で自分も一緒にこう、テイスティングに入りながら完成度を高めていくみたいなことでした。で、だんだんこういう時には何をやったらいいのかってなことがだんだん分かってくると。それはまずやっぱりこう大きいテーマがマーケティングというか会社の方からその味をご自分たちで考えてそこにこう近づけていくという、それがブレンダーとしても本来非常に大事な仕事、でもそれ以上にそうです。日常的に最大のエネルギーを割くっていうのは、例えば角瓶なら角瓶とか、山崎なら山崎っていうウイスキーが常に一定の狭いばらつきの中にこうあるっていうか、イギリスのブレがない、そのための日常的に何をしたらいいか、これがやっぱりね、圧倒的にこう日々の仕事の中ではウェイトが高いわけですから、その狭いところのブレがないようにっていうためにされるってのはどういうことを具体的にはされるんですか？もうそれは今度これこれのブレンドをやるっつったら、そのためのこう素材、各樽からのサンプルがやっぱり一定のこう品質の枠の中に入ってて、という素材のチェックというのが非常に大事だとか、あるいは今貯蔵中の原酒が正常なっていうか、ちゃんとこう順調に熟成してるかどうかっていう日常的なチェックですとか、その日常的なチェックを通して、この樽は将来何に使ってるとか、この樽は熟成が遅いからちょっと貯蔵する場所を変えたりとか、樽をちょっと違う樽に詰め替えようとか、そんなことを日々こう積み重ねて、こういわゆる貯蔵庫に眠ってる原酒在庫がいかにこう、狙いの品質通りに順調にこう育ってるかっていうことを
日常的に管理してやらなきゃいけない。そこはね、一番のポイントだと思います。